こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。大阪万博2025夢島2回目行ってきましたよ。しかも前回の反省を踏まえて改善したポイントがなんと19個。正直満足度が全然違いました。それでは行ってみましょう。 Here we go。 今回はいつもの Vlog 形式から少し変えてお送りします。私たちは4月と5月2回万博に行ってきました。前回私たちが万博を訪れたのが4月15日、開幕から3日目でした。正直1回目は反省点だらけ。でも5月にはしっかり準備して超快適に回れました。今回はその違いをビフォーアフター形式でお届けします。あらかじめお伝えしたいことがあるのですが、まずここで紹介する情報は5月初旬の情報です。日々万博の運営方法が変更になったりしているので、ご覧になったタイミングでは利用できない情報だったり状況が変わっている場合もありますので、一度最新情報を確認の上ご活用いただけたらと思います。また実際に自分で行ったことなので確認が取れている情報ですが、ご利用の際には自己責任の上でご活用いただけたらと思います。動画の最後におまけポイントをお伝えする予定です。特にお子さんと一緒に行く人には絶対知っておいた方がいいポイントなので、ぜひ最後までご覧くださいね。お伝えするポイントですが、こちらの5つのパートに分けてみました。概要欄にチャプターを掲載しているので、気になるポイントからぜひ見てくださいね。それでは早速パート1からご紹介します。パート1、事前準備と入場編。まずは会場内を目いっぱい楽しむ前にやったことをお伝えしますね。これをやっておくのとやらないのでは当日の充実度がかなり違うので、ぜひやっておいてくださいね。改善点1、3日前予約。万博のパビリオンって予約なしで入れるところと予約を持っていないと入れないところがあるんです。で、予約は2ヶ月前、7日前、3日前、当日予約とあるんですが、このあたりの詳細は別動画で作成しますね。で、前回はというと、やってないんですよね。というか、分かってなかった。で、今回は3日前予約でちゃんとゲットしましたよ。三菱未来館。上映された映像は撮影禁止だったのでお見せすることができないんですが、生命の誕生から広がりまでを映像で紹介してくれます。ここで注意ポイント。3日前予約は空き枠先着予約になります。って思いますよね。要は抽選じゃないんです。しかも枠が開放されるのが夜中の0時。これはなかなか厳しい。あと、ここがかなり重要ポイントで、ログインに30分以上かかると思っておいた方がいいです。またですよね。今、この3日前予約を取りたい人が殺到するので、すぐにサイトに入れません。待ち時間が必要なんです。なので11時半までにサイトに入る順番待ちをしましょう。これをやっておかないと0時に空き枠争奪戦に参加もできなくなります。あとどれを狙うかしっかり決めて最速でそこを見に行く。どうしようと迷っているうちになくなります。せめて第3希望までのパビリオンと時間はあらかじめ決めておいた方が絶対いいです。希望のパビリオンが予約できるといいですね。改善点2、地図は紙で1枚準備。万博初日って来場者が多くインターネットに接続できずにチケットの QR コードが出せないとか地図が見れないって問題がありました。でもその後通信環境はかなり改善されていて、全然つながらないってことは
ほとんどなくなりました。なので前回は持っていかなかったんですよ。でも今回は必要事項を書き込んだ紙の地図を持っていきました。でもあえてなぜ紙の地図を用意した方がいいのかというと、理由は3つ。1、必要な情報が載っている地図を見ることができるから。2、自分に必要な情報を書き込みできるから。3、アプリは毎回ログインを要求されて煩わしいから。1の理由ですが、公式の地図って番号が振ってあって別の欄にパビリオンの名前が並んでいたりして正直見にくいんですよね。探しにくい。でも実はネット上にめちゃくちゃ見やすい地図が公開されています。中にはパビリオン名だけでなく完全予約制、自由入場、先着順などの情報まで入っているものが出回っていますので、ぜひ探してみてください。2の理由ですが、やはり書き込みができるのが紙の地図の最大の武器。行きたいところに丸をつけたり、食べたいものが売っている場所に何が売っているのか書いたり、あとトイレの場所に印をつけると困らないですよね。そうそう、予約が取れているパビリオンには時間を書いておくと便利ですよ。3の理由ですが、実はアプリにもいろいろメリットがあるんですが、毎回ログインを求められます。別動画でもおすすめしている公式アプリパーソナルエージェントは地図も見やすく使いやすいんですが、いかんせん毎回ログインを求められるんで、見たい時にパッと見られない。この後紹介するルート検索などめっちゃ便利なんですが、ぜひ紙の地図と併用してそれぞれのいいとこ取りをしてほしいと思います。改善点3、入場口、東ゲートから西ゲート。4月に行った時は電車で万博に行ったので東ゲートから入場したんです。人がいっぱいいてやっぱり多いなーって思ってたんですが、西ゲートの方が早く入れた。実際私たちは堺駐車場に車を止めてシャトルバスで西ゲートまで行ったんですが、向かう途中に東ゲートの横を通るんです。その時の人数めっちゃ多かった。西ゲートも多かったんですが、それでも西の方が少なく感じましたね。日によるのかもしれませんが、参考になればと思います。改善点4、入場ルート、柵の近くから外側ルート。1回目に東ゲート、2回目に西ゲートと利用しましたが、会場に入る前に手荷物検査場があります。その手前に柵があり、一度に流れ込まないように人数調整しながら人を送っているんですが、そこの柵が開くのが基本的に右端なんです。1回目の時に私たちはここの柵の近くで回ってたんです。図の紫の人のところですね。で、いざ柵が開いて進もうとしても柵の近くは動きが鈍いです。なので外側の流れに乗った方が早く入れます。緑色の部分に並んでいる人が早く入れます。これを知っておくとスムーズに進めるので、ぜひ参考にしてください。以上がパート1です。続いてパート2、午前中と当日予約編です。改善点5、入ってすぐどこ行く？大屋根リングから当日予約タッチパネル。前回は会場に入ってまずは大屋根リングを見に行きました。上に上がって歩いたんですよ。眺めも良くてそれはそれで良かったんですが、この時間が実はゴールデンタイムだったって知らなかったんですよ。今回は当日予約を取るために当日登録センターに向かいました。
当日登録できる端末があるのは会場内に9カ所あります。その中で一番端末が多いここに行きました。最初に狙ったのは住友館だったんですが、残念ながらゲットできず。でも第2希望で考えていたガスパビリオンをゲットしました。これでもう一つ間違いなく体験できるパビリオンを確保しました。ガスパビリオンも人気のパビリオンで、なかなか予約取れなかったんで嬉しいですね。改善点6、午前中の行動。建物見学から予約なし入場。前回は大屋根リングに上がった後、NTT パビリオンの予約時間までうろうろ建物を見て回っていました。それはそれで楽しかったんですが、まだまだゴールデンタイム継続中で、10時過ぎまでの時間は比較的先着で入れるパビリオンにあまり待ち時間なく入ることができます。私たちが選んだのはシグネチャーパビリオンのぬるぬる。メディアアーティストの落合陽一さんがプロデュースした作品で、ここの世界観は今まで経験したことのない斬新なものでした。どうも予約なしで入った時に見れる作品と予約を取って見ることができる作品は少し違うみたいなんですが、それでも見たかった作品だけにテンション上がりましたね。いきなり見たいパビリオンに入れました。改善点7、キャンセル待ち知らなかったからゲット。キャンセル待ちって何？って人も多いのではないでしょうか。実はいくつかのパビリオンで当日にキャンセル待ちの登録ができる施設があるんです。5月1日の時点でキャンセル待ち整理券が使えるパビリオンは、命の未来、命動的平衡感の2つのパビリオンです。いずれも話題性が高く、事前予約が取りづらい人気施設となっています。では、キャンセル待ちの方法ってどうやるのか知らないですよね。私も全然知らなかったです。まず、最初にやることは、1、対象パビリオンに向かう。2、現地スタッフにキャンセル待ちの QR コードを見せてもらう。3、QR コードをスマホで読み取り、サイトに入る。4、メールアドレスと人数を登録。5、通知を待つ。メールやプッシュ通知。6、指定時間内にパビリオンに入館です。映像で流れていたのは石黒さんプロデュースの命の未来館。ここにキャンセル待ち整理券で入場できました。メールでの通知はこんな感じで来ますので、見落とさないように気をつけてくださいね。改善点8、2回目の当日予約。先ほどもお伝えした通り、当日予約は4月の時点で知らなかったので、1回も使えていません。でも、今回は違います。なんと、当日予約も2回目ゲット。実は、1回目で取った当日予約が終了すると、2回目にチャレンジできるんです。なので、1回目の当日予約が閉館間際だった場合は、2回目にチャレンジできなくなるのでご注意ください。私たちは朝一で取ったガスパビリオンが終わった後、ガンダムパビリオンの当日券を取ることができました。実はここで貴重な情報ですが、ガンダムパビリオンは昼から入場してくる人のために当日予約の枠を12時、3時、5時と開放してくれるんです。なんとも親切ではありませんか。そのおかげでガンダムパビリオンに入ることができました。このガンダムパビリオン、
侮っていました。ガンダムを知らない人でも十二分に楽しめるストーリーになっています。没入感が半端ない。臨場感、迫力、まさに自分が宇宙にいて戦いを見守っている感じになります。ここは絶対おすすめです。詳しくは別動画で完全解説しているので見てみてください。改善点9、開催国独自ルートで予約。大阪万博のパビリオンって2ヶ月前予約、7日前予約、3日前予約、そして当日予約からしか予約できないって普通思うじゃないですか。なので4月はそんなことは頭の片隅にもなくスルーしていました。でもあったんです。独自のルートでパビリオンを予約する方法が。今回はウズベキスタンにこのやり方で入場しました。ただ今回使ったウズベキスタンは現在使えなくなっているので、こちらも独自のルートで予約できるイタリアの方で説明しますね。イタリアはまずアプリを取ってきて、その中にある外部リンクのページから予約を取ります。日付、時間、人数を入力して予約を取ります。最大4人まで予約することができます。今は結構先まで予約が埋まってきているようですよ。改善点10、ルート検索。万博会場内はめっちゃ広いです。なので行きたいところにどうやって行くのか結構分かりづらかったりします。前回は公式アプリで見てたんですが、なかなか難しかったんですよね。今回は公式アプリパーソナルエージェントのルート検索をフル活用しました。これの何が便利かっていうと、大体の所要時間を教えてくれるんです。なので次の予約時間の何分前に出発したらよいかが目安でわかります。これが結構便利でした。今回ガスパビリオンが13時10分からだったんですが、その前にお昼ご飯を食べていたので何時に動き始めたらいいか分かりやすかったです。ガスパビリオンはキャラクターも可愛くて、XR ゴーグルで見る映像も迫力あって楽しかった。映像は XR ゴーグルをつけていないので何も飛び出ているように見えません。これはこれで面白い映像になってますね。パート2はこれでおしまいです。お化けのミッチーさん、バイバイ。ちょっとここで休憩タイム。万博で何かと話題の命のパークでのミスト。いやー、ほんまに笑えるぐらいに何も見えません。続いてパート3、会場内の動き編をお送りします。改善点11、会場内の移動。4月に行った時は本当に行けばなんとかなるって感じで無計画で行ったんでめちゃくちゃ歩いたんです。その反省を踏まえて今回はかなり計画を練って行動しました。まずできる限り先に予約しているパビリオンの近くで次のパビリオンを選ぶようにしました。前回は東ゲート側と西ゲート側を行ったり来たりしたんですよね。今回は中央エリアで当日予約とシグネチャーパビリオンを2つ見て、三菱未来館に行く途中でポルトガル館のエッグタルトを買って食べて、西側に移動する途中で命動的平衡館を入って西側のウズベキスタンに向かいました。命動的平衡館はかなり目を引く建物で、中は結構シンプルな作りになっていました。最初は中央のクラスラと呼ばれる32万球の LED が生命の誕生からの物語を映し出してくれます。その後、福岡さんから動的平衡の説明動画が流れるパビリオンです。いやー、なかなか頭を使うパビリオンでした。
改善点12、休憩。前回は疲れたらベンチを探して座るという行き当たりばったりでした。なのでお昼ご飯も持参していたのですが、テーブルなしのベンチで食べました。今回はあらかじめどこで休憩するかを計画的に考えて行動しました。私たちが狙ったのはイタリア館横の団体休憩所。基本的に団体が予約していれば一般利用ができない可能性もありますが、14時以降は開放されるという情報を持っていたので、ここで休憩しました。しかもイタリア館の横なので、イタリアンジェラートを買いに並んでいる間、子供たちを座らせて待たせることもできました。場所はここです。改善点13、防寒具。前回も暖かい日が続いていたので、特に防寒対策はやってなかったんですよ。でも今回は夜まで万博を満喫する予定なので、防寒着を準備しました。結論、持ってきてよかった。昼間は暑いので半袖が過ごしやすいんですが、夜になると急に肌寒くなります。特に大阪万博が開かれている夢洲は人工島なので、海風を遮るものがありません。なので風が吹くと結構体温を奪われます。前回は夕方に帰宅したのですが、風が強くて寒かったんですよね。夏でも上から羽織るものは持っていきましょう。改善点14、パビリオン。前回は何も考えずに行ったので、人気で並んでいるところはやめておこうってことになって、見たいところを見るというよりは空いているところに入るって感じだったんですよね。今回めっちゃ最後まで悩んだパビリオンがあります。それが住友館。前回行った時に予約なしで入れますよって言っている横を素通りして NTT パビリオンに行ったんです。でも後から調べたら、住友館ってめちゃくちゃ人気でなかなか予約が取れない。実際5月に行った時も早々に予約なしの受付は中断されていました。どうしても住友館に行きたいって人は9時に入場して脇目も振らず住友館に並ぶことをお勧めします。皆さんはどうしても見たいパビリオンがあったら、予約でしか入れないのであれば当日予約も含めて集中して予約を取りに行く。もし予約なしの先着順があるのであれば、できるだけ早い時間に並びに行くことをお勧めします。以上でパート3はおしまいです。続いてパート4、食べ物&おやつ編です。改善点15、万博グルメ。前回は万博は全部高いって情報ばっかり流れてきていたので、全く食べる気なかったんですよ。でも調べるとめちゃくちゃ美味しそうなグルメが盛りだくさんで、料金もそれぐらいであれば食べたいってものがたくさんありました。今回はポルトガル館でエッグタルトとイタリア館でイタリアンジェラートを食べましたよ。まずはポルトガル館のエッグタルトをご紹介。私たちは当日予約センターとシグネチャーパビリオン2つ入ってから向かいました。時間は並び始めたのが10時38分です。すでにまあまあ並んでますね。買えたのが10時48分なので10分ぐらいでゲットしました。念願のエッグタルト、パステル・デ・ナタ。本場リスボンの老舗の味を忠実に再現しているそうです。中のとろっとした濃厚クリームが美味しい。周りのパイ生地がサクサクで香ばしい。1個税込み453円です。これはぜひぜひ食べてほしいスイーツです。続いてはイタリア館のイタリアンジェラート。前回ここを通った時にめっちゃ並んでた記憶があるんですよね。今回も列が隣の休憩所まで伸びていました。30分ぐらい並んでようやくゲット。私たちはピスタチオシチリア、
いちごアマレーナを注文しました。アマレーナとはブラックチェリー味のジェラートで、苦味と甘さのバランスが取れた味わいです。中でもピスタチオが濃厚で風味が強く、めっちゃ美味しかった。アマレーナはあまり馴染みがない味だったので、海外感があってよかった。なんだこれは。クッキーみたい。クッキーみたい。値段はトリプルで1100円でした。これもぜひおすすめのスイーツです。改善点16、食べ物リサーチ。前回は食べ物のリサーチもせず、紙の地図も持って行ってなかったんで、何も食べ物で満足度を上げられず。でも今回は食べたいものをあらかじめリサーチして地図に書き込むことで、当日取れたパビリオンの近くでリサーチしていた食べたいものを満喫できました。まずは X などの SNS でいろんな情報が溢れているので、食べたいものを探します。次に公式サイトで場所を確認して手書きで紙の地図に書き込んでいきます。これをいっぱい書いておくと、当日に急に取れたパビリオンの近くで食べたいものがあるかどうかすぐにわかる。これは便利。ってビールばっかりかーい。改善点17、おやつ。いろいろ回っていると小腹が空いてくるんですよね。前回は自宅から少しおやつを持っていきました。でもなんだろう、ちょっと温かいものも食べたくなる。でも買って食べるにはお金も時間もない。今回は見つけてしまったセブンイレブン。正直入るまでは街にあるコンビニと一緒だと思ってたんですよ。でも全然違いました。こんなんやったん？店内調理のメニューがすごすぎる。しかも値段が万博設定ではない。これはリーズナブル。疲れたらここでライフポイントを回復することが一番いいかも。場所は西ゲートの目の前にあって、その奥には芝生の広場もあるので、ここでゆっくりする時間を取るのもありですね。改善点18、飲み物。前回はペットボトルのお茶を2本持って会場に行きました。今回は子供含めて1人1本、合計4本持って来場。でも1日会場にいると足りない。そういう時に便利なのがこの2つ。まずはフォークオンチケット。これ持っている人は絶対使った方がいいと思います。どの値段でもチケット1枚ですからね。あとこれも便利、ウォーターサーバー。会場内に32カ所あるようで、4月に行った時は全然並んでいませんでしたが、今回は結構並んでいましたね。無料で水をもらえるサービスはすごくいいと思います。透明なペットボトルの場合、ちょっとセンサーが反応しない時があるので、手で反応させてからペットボトルを入れないと水が出ないと思います。あと、どこも結構並んでるんですよ。今回、1個穴場スポットを見つけました。西ゲート近くにサステナドームがあります。この中にウォーターサーバーがあります。ここは全然並んでいません。最初の動画は大屋根リングの下で朝の11時で約3万2000回使われていたのに対し、4時半の時点で6600回なので、ここに来れば大丈夫そうですね。あ、芝生の広場にミャクミャクがいましたよ。走って息切れしてますね。かわいい。もし会えたらラッキーですね。パート4はこれで終了です。さあ、最後にパート5、夜の万博編です。改善点19、夜の万博。前回は子供の学校からの帰りもあって夜まで入れなかったので、昼過ぎぐらいで帰ったんですよ。でも今回は子供たちもいるので最後まで満喫しました。
暗くなってくると、それぞれのパビリオンや施設がライトアップされてきて、どんどん幻想的な世界に入っていきます。まず、一番目についたパビリオンはオーストリア。ここはライトアップで浮かんでめちゃくちゃ綺麗。あとはクラゲ館。ここもいろんな色でライトアップされるので、可愛い感じに光っています。あと、ぬるぬるは一層かっこよさが際立つ感じ。これはなかなかすごい景観ですね。そして夜の目玉といえば噴水ショー。青と夜の虹のパレード。物語仕様になっていて、中央にあるウォーターカスケードからの水に映し出される映像が私たちを楽しませてくれます。この映像をきれいに見たい方は正面の方がいいかと思います。噴水ショーの様子はまた別動画で紹介しますね。続いて私たちが向かうのはシャインハット。場所はここです。ここでプロジェクションマッピングが行われます。大きな円形の建物に映像が映し出される迫力をぜひお楽しみください。まだまだありますよ。ここから私たちは西ゲートから退場するので、大屋根リングの上に上がって移動を始めます。その時、ちょうど8時半からの噴水ショーをやっていました。後ろから見たらこんな感じなんですね。こっちから見るのもありですね。で、なんでここに来たかというと、最後にドローンショーが待ってるんです。南の空に浮かび上がる1000機のドローンが作り出す幻想的なショーを見逃すわけにはいかないでしょう。大屋根リングの上からであれば、どこからでも見れると思いますよ。帰りながらもパビリオンのライトアップを楽しむことができます。私が好きなのはここの風景。オランダ間の球体とシンガポール間の球体が並んで光るこの場所。いい感じ。いやー、最後まで残ってよかった。おっと、西ゲートから帰る人はここも見逃さないようにしましょう。ライトアップされたガンダム。かっこいい。この日の入場者は10万2000人だったようです。ちなみに4月に来た時は6万4000人。見ることができたパビリオンとイベントは今回はこちらの10個。で、前回はこちらの6個。前回は半分海外パビリオンだったのに対し、今回はウズベキスタンの1個だけだったんですね。これだけ改善してきたおかげなのか、今回の方が滞在時間が長かったのに、疲労度は今回の方がかなり楽でした。もちろん忘れていませんよ。おまけ情報。特にお子さんと一緒に行く人にぜひ持って行ってほしいアイテム。それが、スタンプノート。各パビリオンにはスタンプ台があり、自由に押すことができます。公式のスタンプノートも売っているんですが、朝一からショップに並んで買うのはもったいないですよね。子供たちは至るところにあるスタンプを押して回っていました。ある意味、これが一番楽しかったっていうぐらい満喫できます。子供だけでなく、大人もぜひノートを持ってスタンプ集めしてみてください。スタンプのクオリティもなかなかすごいですよ。はい。以上が4月に初めて行った時から5月に2回目行った時の改善点19をお送りしました。本当に1回目より2回目の方が大げさでもなんでもなく10倍は楽しめました。ぜひ皆さんの参考になり、楽しい万博旅行を送っていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。まだまだ出し切れていない情報がたくさんあるので、チャンネル登録して今後の動画もぜひチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。